こんにちは。気軽にレザークラフトを楽しめるアトリエネトラポートです。作り方動画150以上、チャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube メンバーシップも行っております。 A クラスにご登録いただくと限定動画が見放題となります。その他特典もありますので、ぜひチェックしてみてください。今回は前回に引き続きトカゲの皮を使った動画となります。今回は作品を作ってみました。前回のトカゲの赤い皮を使ってこちらのミニキーケースが出来上がりました。トカゲの鱗模様、腹の方をメインに使った作品になっています。鱗模様の立体感で奥行きのある作品に仕上がりました。中側は牛革を使いましたので小刃も磨きやすいと思います。パーツも以前のものとはね、少し変わって1枚減っていますので、初めての方も作りやすくなっています。ぜひ作ってみてください。それでは今回こちらのトカゲの皮を使っていきます。リングマークトカゲです。今回型紙はこの3種類になります。トカゲの皮を取るのはこの1枚になります。この中心の部分に線を入れますので、トカゲの皮、ここから左右対称のようなちょっとね形で、真ん中は決まってしまっています。ここに合わせてこの型紙の真ん中の線を合わせて取っていきたいと思います。で、どの辺りを取って使いたいかなというのをしっかり見てください。今回は銀ペンで描いていきたいと思います。もう柄がしっかり見える方がいいので、今回ね表面に銀ペンで描いていきます。銀ペン結構太いですので、線の内側をカットするようにします。ちょっとね見づらいかと思いますが、ここに線が描けています。ではこちらをカットします。包丁でも大丈夫ですし、ハサミ持ってる方はハサミ出してみましょう。前回使ったんですが、四角用のハサミを使っていきます。線の内側をカットできるようにしてください。スイスイね切れてしまうので、きちんと線を見ながらカットをしてください。こんな形でカットできました。それでは裏張りする皮は牛革 1mm の厚さになります。こちらでも同じ大きさで皮を取っていきます。こちらは普段通り目打ちなどで線を描いて皮包丁でカットしていきます。型紙の角は丸いですが、こちらの牛側の方はそのまま直角にカットしてしまって大丈夫です。後で貼り合わせた後でもう一度カットをしていきます。こちらの2つのパーツは 2mm の厚さの皮で取っていきます。それぞれ1枚ずつです。こちらは床面を処理しようと思います。先ほどの2枚は貼り合わせてしまうので、そのまま使って大丈夫です。目の寝る方向にトコノールを塗ります。目の寝る方向にガラスをかけます。こちら重しを置いて平らにしておいてください。はい、それではこちらのトカゲの皮と牛革を貼り付けていきます。今回三つ折りになるキーケースになりますので、少しこう内巻きになるように牛側の方に折り返してあるような、こんなイメージで取り付けていきます。今回もベタ塗りではなく縁のところだけ貼っていこうと思いますので、周り1センチぐらいボンドを置いていってください。半分ずつでも大丈夫です。裏合わせで貼っていきます。ぎゅーっと押してやると
余分なボンドが出てきます。ギューッとしっかりね押して余分なボンドを出しながらこんな感じで丸く貼っていきます。こちらも線の通りにカットをしてください。こちらのパーツですが、実は大きさが違います。大きい方が外側に来るパーツ、小さい方が真ん中に来るパーツになります。真ん中に来る方のパーツは両側の長い辺をへり落としをして磨きをかけます。裏側は、上下1センチを残したところへり落としをしてください。そしてこちらの外側に来る方のパーツですが、金具をつける穴も中心ではありません。金具をつけるところまでが広い方のこちら側をへり落としと磨きをかけていきます。こちらは両側へり落としをしたので、両側磨きをかけます。トコノールを塗ってウエスで磨きます。見てもらうとピカピカに光っていてキュッキュね音がします。反対側磨いてないのでまだ光っていません。こんな感じに仕上げてください。紙やすりをかけてもう一度磨くとさらにピカピカになりますので2セット半をおすすめしています。今へり落としをしたここの辺とあとこちらの片側だけ磨きをかけておいてください。それでは磨きが終わったらそれぞれ金具をつけていきます。まずこちら側はこちらの金具がついてきます。留める位置ですが 7mm 開けたところのちょうど真ん中にこの幅の真ん中につけてください。金具留めるところの印を書き入れてそこに穴を開けていきます。2つ穴を開けます。金具の向きに気をつけて金具を取り付けていきます。裏側は平らな方を使って留めていきます。後ろの出っ張りが少なく当たりが少なくなります。このように取り付けることができました。こちらのパーツです。こちらのパーツはバネホックのショーがくっつきます。バネホックのショーがつきます。しっかりとつけることができました。こんな感じです。それでは本体です。本体は表側と裏側と見てこの2枚のずれているところ長い方を下にしてカットしていきます。曲げながら今回貼っていったので中に来てる方がやはり少しずれてきました。この部分はカットしっかりしてください。ドレッサーでしっかり2枚の皮を合わせてあげてください。ドレッサーはねもう全面かけて大丈夫です。カーブのところもねこの直角に切ってしまっても大丈夫ですよって言ったんですが、今の段階で角をしっかり丸く落としてそこもドレッサーをしっかり丁寧にかけておいてください。それでは反対にこちらの金具をつけていきます。今回このようにくっつきます。でこの銀面の上に接着をしたいのでここ荒らしをかけていきたいです。端っこ合わせまして端っこをねこのまま少し内側のところ反対側も端っこを合わせて少し内側のところここより内側のところこの字型で荒らしをかけます。印を書いたところから
雑誌をかけたらこちらを接着します。こちらですが、磨きをかけた方が内側に来るように接着をしてください。幅が狭い方が外側です。こちら側にボンドを塗ります。ここはいつも通りこのように片側だけ取り付けます。次は真ん中のパーツをつけていきますが、端から2センチのところにつけたいので印をつけて、ここははみ出さないように気をつけてください。でこちらのパーツの上下にボンドを乗せて接着をしていきます。このようにくっつくことができました。そうしましたら先ほどと同じようにこちら側とこちら側の皮の段差をなくすように包丁でカットしたりドレッサーでぐるりとヤスリがけをしてください。それでは内側につく金具をつけていきます。型紙にある印を写していきます。ここにはバネホック小のこちらの平らな方な金具がついてきます。ぐるりと一周縫っていきます。ディバイダーで線を描きます。少しねこの金具などで段差ができてしまうので、こういったところに乗せて金具を回避しながらぐるりと 3mm の線を引いていってください。少しね今回見づらいかと思いますので、しっかりはっきり書き入れてください。線が描けたら穴を開けていきます。今回こちらを表に穴を開けますが、裏を見ていただくと段差がいくつもあります。段差のところは段差のすぐ隣にこのように穴が開くようにしたいので、こちらもですね調整をしながら穴を開けていってください。そういったね歯切れなどを挟み込みながら穴を開けていきましょう。今回このように閉じますので、この辺りが目立たない部分になってくると思います。この辺りから始まって終わるようにするといいです。角の部分柔らかい印象にしたいので、このようにね先によいしょ打っておいて、そこから始めるといいと思います。角を出さない、角を丸く塗っていきたいと思います。穴開けの一番の難所がこの金具のついている場所、どうしてもこの段差ができてしまいます。ミニゴム台などでまずはこの金具の段差をこう回避して、さらにここにもね段差があります。この皮のところの段差を歯切れで埋めてください。二重にこのように段差を回避することで、ここが平らになって穴を開けやすくなってきます。さらにここ穴を開けたい場所が頻発してきますので、調整も必要になってきます。少し難しいかもしれませんが、ゆっくりで大丈夫です。丁寧に作品を仕上げていってください。ぐるりと穴が開きました。締めるとこのような形になりますので、縫い始めをここからにしたいと思います。目立たないところになります。縫い始めは1目縫い戻し、縫い終わりは2目縫い戻していきます。ぐるりと一周、なかなか長いので糸は4倍ほど取ってください。そして今回金具が出っ張っていますので、金具に糸を引っ掛けないようにして端から丁寧に縫っていってください。ここからは通常縫いをしていきます。こ
左から右に縫ってきたんですが、実は裏側に段差が生じています。段差のところ、縫い終わったら強度を上げたいので、表に出ている糸だけを1目縫い戻します。そのまま元にいたここの穴の裏から戻ってきます。表の糸だけでぐるりと一周してきて、この1目が二重になった状態です。段差がいくつかありますので、段差を越えるたびに表の糸をぐるりと一周させて二重にして強度を上げていってください。ぐるりと縫い終わりました。表は3目、裏は2目縫い戻して焼き止めてください。縫い終わったら糸に引っ張られコバがなみなみしているので、ぐるりとしっかりドレッサーをかけてください。そしてへり落としをします。裏面、今回は牛側になりますので、へり落としとてもしやすいと思います。ぐるりと一周へり落としをかけてください。で、今回表側がトカゲの皮になります。紙やすりやドレッサーなどで角を落とす形で大丈夫です。へり落としは使えませんので気をつけてください。へり落とし終わりましたら、ぐるりと磨きをかけてください。コバがピカピカに磨けて、こちらで完成になります。いかがでしたでしょうか。ビビッドなカラーですとバッグの中でも探しやすくキュートな印象になります。ぜひぜひ作ってみてください。それではまた別の作品でお会いしましょう。さようなら。